今回は前回の話の続きで潜在意識の消滅です。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正です。ご視聴ありがとうございます。今日は前回の動画の続きになります。前回は潜在意識とは何かについて解説をしました。もし潜在意識って何ですかという方は、ぜひ前編の動画をご覧いただければより楽しめると思います。さて、潜在意識の消滅についての話の始まりです。潜在意識がなくなることがあるのか、またそうなるとどうなってしまうのか、潜在意識に働きかけるテクニックは使えなくなるのかなどについてを明らかにしていきます。実はそれを説明するときに超越瞑想というテクニックが重要になってきます。これは心の奥にある潜在意識まで遡っていって、それを超える、超越するというテクニックです。超越すること自体は超越瞑想以外でも可能ですが、簡単に楽にそれができる点で超越瞑想がおすすめです。今日の話は超越瞑想のテクニック以外で超越している方にも興味深い内容だと思います。さて、そういうことでここからは超越瞑想と潜在意識の関係の話をします。超越瞑想のことをご存知ない方でも理解できる内容になっています。まず潜在意識というのは心の奥にある領域で、その上に表面的な意識、いつも私たちの考えが出てくる領域があります。日本では一般的に顕在意識と言います。ただ単に心と言った方が分かりやすいかもしれません。超越瞑想はその心の奥へと進む方法ですが、その時にマントラという音を使います。それは音を心の中で思います。顕在意識の領域で行うんですが、心の中ですね。そして以前の動画で紹介したマントラという音を使うと、不思議なことにやがて潜在意識へと進んでいきます。そして最後にはその潜在意識を超えて絶対の領域と言われる全ての源にたどり着きます。超越瞑想の名前の由来は潜在意識を超える、超越するという意味です。その超越した場所はこの世の全ての源です。全てはそこから発生しました。その全ての源について超越瞑想を広めたマハリシは存在と名付けました。英語ではビーイングです。タオとか他の方が違う呼び方をしているものとおそらく同じものです。ちなみに紹介が遅れましたが、今日の話はこの超越瞑想の本の155ページ、電子書籍版では第3部生きる技術の第2章、存在の技術の心と存在の技術のところです。先日の動画と関連しています。さて、そうやって超越瞑想の実践を続けていくと、心がますます存在に親しむようになっていきます。その理由は心を超えて存在を体験して、そしてまた心に戻るということを繰り返すからです。そして心が存在に親しむようになっていくと、心が存在と同化していきます。同化っていうのは心が存在の本質に確立されると表現されます。ちょっと分かりにくいですね。同化っていうことについて、少し分かりやすく例え話をしますと、例えばですね、白い布があります。白い布を黄色い染料につけます。そうすると布は黄色くなります。そしてその黄色くなった布を川とか水で洗います。そして干します。そうするとせっかく黄色い染料につけたのに、その黄色い色がなくなってしまいます。ほんのうっすらとは黄色い感じはすると思います。そしてそれをもう一度黄色い染料につけて洗って干します。
でそれを繰り返すうちに、やがてその白い布は黄色い色になるんですね。そうするとその布は洗っても干しても色あせることがなく、黄色い色になります。つまりその白い布が黄色い色と同化したっていうことなんですね。でこれが心が存在になる、同化するということです。今までは超越しないと得られなかった存在、それが心と親しくなって、心が存在と一体化する、同化するということです。そうすると私たちの心はどのようになるのでしょうか。どのようになるかと言いますと、心が普段いつも通りの日常生活のことを考えている時でも、存在というこの世のすべての源が心と一体になっている状態になります。私たちが生まれてきて、大抵の人は心と存在は切り離されています。たまに聖者と言われる生まれながらにして心が存在と同化している人もいるようですが、それは本当に稀な例のようです。心の中で表面的な部分を顕在意識、もっと深い部分を潜在意識と呼んでいますが、心が存在と同化するということは、顕在意識も潜在意識も両方とも存在と同化するということです。すると心の中で隠されていた潜在意識が存在の影響で隠されたものではなくなって、顕在意識とも同化します。でその時にはもはや心の中で隠れているものは何もなくなります。つまり潜在意識というものはなくなって、全てが顕在意識となります。その時潜在意識は消滅します。これはちょっと難しいかもしれないので、ここでちょっと例え話をしますね。お風呂を思い浮かべていただけますか。例えばお風呂に入るとき、上の方が熱くて下の方が冷たいっていうことないですか。なんかお風呂に入るとき、上の方が熱いなと思ったらなんだよ下冷たいっていうとき、これがですね、上の方の熱い部分を例えば顕在意識、そして下の冷たいところを潜在意識としましょう。この時に追い焚きをします。スイッチ一つですかね、今は。そうすると中のお湯、冷たい水がどんどん温められて、そして全部が快適な温度になっていきます。その時上も下も全て快適な温度となります。その時には上の熱かったところ、冷たかったところ、つまり顕在意識と潜在意識、その差がなくなって、全てが気持ちのいいお湯、つまりあなたの心となった。その時には冷たかった部分、つまり潜在意識っていうものがなくなるんですね。これが潜在意識がなくなったという瞬間です。お分かりいただけましたでしょうか。おかわりいただけますでしょうか。おかわりごっつぁんです。そして潜在意識が消滅した状態では、あなたの考えること、一つ一つの想念が非常に強くなります。これは心の能力が拡大されると同時に、心がその全機能を果たすことが可能になった状態です。前回の動画でも紹介しましたが、潜在意識にアプローチをしていろいろな目的を達成しようとしていたテクニックがありますが、そういう試みは一切不要になります。そしてその時、心は無限のエネルギーを手に入れた状態になるとも言われています。その結果、想念の力が非常に強くなるために、一つ一つの行動も強力になります。あなたが考えることが体の神経系を刺激して、とても強い活動を引き起こします。これはどういうことかと言いますと、あなたの考えが直ちに、努力なしに積極的な行動に変換されるということです。心のレベルに存在をもたらす技術は、潜在意識が顕在意識と一体になり、私たちの実際的な日常生活に生かされます。
いかがだったでしょうか。今回は超越瞑想を行うことで潜在意識と言われる領域がなくなって全て顕在意識になるというお話でした。もしこの動画が興味深かったと思われましたら、チャンネル登録やいいねで応援してくださるととても嬉しいです。また超越瞑想に興味を持たれた方は、お近くの瞑想センターで無料な説明会が随時行われていますので、ぜひご参加いただければと思います。すでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。またコミュニティもありますので、ぜひご参加いただければと思います。説明欄に URL を貼っておきます。皆様のお役に立てるように、また皆様が楽しく過ごせるような動画を作っていこうと思います。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジェイグルです。